いらっしゃいませ。コンビニジュースターへようこそ。コンビニ10、今日のアルバイトはあやかと今とみひです。わー、お願いします。お願いします。今日コンビニ10に来店してくださるお客さんは本当にニュー可愛いお客様なので、それに合わせて可愛く挨拶してみました。はい。それでは早速本日来店してくれるお客様の絵文字を表現してみようと思うんですけど、はいまずは私から。はい。なんかある？何ですか？そちらですか？ここ。あやかって感じ。違う。あとそこはやってるんですねこれ。そうやってました。やってますここにチークがある顔文字。あ、なるほど。私はこう色いっぱいのハートここにつけてください。ポン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 って。私はフルーツ、ぶどうとか、はい、フルーツにします。なんかでもフルーツの話するから、うんフルーツの香りがちょっとしませんか？確かに確かに。ねえ。ねえ。しますけど。あ、お客様嬉しい、フルーツの香りするって。そうですね。嬉しい。はい、それでは改めてコンビニ10の視聴者の皆さんに挨拶お願いします。はい、皆さんこんにちは。私たちフルーツジッパーです。よろしくお願いします。今日はここに来店してくださったなんか理由だったりとかってありますか？私のおばあちゃんがオーディションの時からすごい応援していて、絶対見て喜んでくれると思ってすごいワクワクできました。ありがとうございます。嬉しい。おばあちゃん。コンビニ10ではお互いあだ名で呼び合うっていうルールがあるんですけど、うちら結構あだ名あるよね。もう私はルナピです。ルナピルナピ。お疲れ？お疲れ？で、マナフィーって呼ばれてます。じゃあ、私たちのあだ名決めていただくことってできますか？やりたいやりたい。今日限定の一番得意だよね、そういうのね。あやかちゃんはあやぽん。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 いいねあやぽん。りまちゃんどうする？りまちゃん。りまちゃん。あだ名あんまりなくて。そう。リマチョス。リマチョス。待って、強い。レナがつけてるからギャルマチになってきてる。いいかも。リマチョスって呼びたい。ニヤニヤチョス。ミヒちゃんは？ミヒちゃんはミヒ。急にテイスト変わった。ミッヒーでいきます。ミッヒーでいきます。嬉しい、新しいあだ名が。ありがとうございます。私個人的に私の一番可愛いところにめちゃめちゃハマってて、嬉しい。めっちゃ大好きなんですけど、それにちなんでなんですけど、メンバーのなんか一番可愛いところとかあったりしますか？マナフィーは初めて会った人とかにはしっかりリーダーみたいにしっかり者って思われるんですけど、実は一番おっちょこちょいです。なんかこの間ね、関係者パスみたいなのとか入館証みたいなの首からかけるじゃないですか。あれドアノブに引っかかっちゃう。やばかったよね。マナフィーしにかけたんですよ。ここにってことですか？首絞めしちゃって。びっくりして泣いてたよね、その後。生還した時に安心しすぎて泣きました。松彼は等身大の可愛さ。松彼しか存在しない人間みたいな。まあみんな人間は存在しないけど、キャラクターがぽい。松彼、多分ネガティブなことあんま言えないんじゃないかなって思うぐらい声がポップかもしれない。私も実際に音楽番組とかでその松彼の決め台詞みたいなあるじゃない。ニュー可愛いと思いますみたいな時言ってた時にめっちゃにやけちゃうんですよ。嬉しい。もうなんか口角が勝手に上がって癒される。逆になんか可愛いじゃない、かっこいいなって思う瞬間とかあるんですよ。逆にね、かっこいいと思うかっこいい瞬間なみたいな。はほんまにないです。かっこいいの苦手で、
かっこいいくやらなきゃいけない時によく気まずくなるからなんか同じことたまに言うね。ミーヒがかっこいいの気まずい。なんか結構かっこいい曲も最近多くて、なんかツアーとかでやる時とかもなんかやってる自分になんかちょっと蛙化起こしちゃう。気まずくてなんかふって一人でなんかちょっと笑っちゃう。後ろ向いてる時に。わかります。ルナピの一番可愛いところは？おもろいです。おもろいだから本当に面白い。なんか出会ったことがない奇想天外なことばっかり言ってくるんですよ。いい、大丈夫褒めてる褒めてる褒めてる。めっちゃ面白いです。ふざけてないと逆に恥ずかしいんですよ。そうでもちょっと照れ隠しの部分もあって、それがなんかちょっと見えると可愛い照れてやんのっていう。なんか褒められたりしちゃうから。可愛い。あとさ、なんか泣く時にあんまり泣かないけど泣く時になんか子供みたいにわーって泣いたりするところ。なんか年に何回かしか泣かないから多分その分爆発して子供みたいな号泣の仕方してって泣くところ、声出して泣くのが可愛い。可愛い。楽屋で皆さんと一緒に過ごしてみたいですね。もっと新しい一面が見えそうで楽しそう。確かに期間限定ユニット作りましょうか。この6 6人で。ね。テレビの印象とかでもいいんですけど、なんかお互いのグループごとでなんかこのメンバーとこのメンバー似てるなみたいなメンバーとかっていたりしますか？ルナはリオちゃんと友達で、そう一回ご飯とか行ったことあるんですけど、なんかその時に初めてめっちゃ喋って、なんかバイブスがあったから、うちらめっちゃ確かにでもめっちゃ合うかも。みたいな感じに、なんかちょっとギャルっぽいところが似てる。似た者同士なんかうわーって急にしよ良いともみたいな感じになったのかなみたい気な。そう。もしお互いの代表曲をこうカバーし合うってなったら何かやりたい楽曲とかってありますか？あるよねあるあるよね。ありますか？はい。 Take a picture。なんでですか？デビュー前にレッスンでやって難しくて、でもサビだけだよね。サビだ難しけなんいからですけど、そこからあの曲大好きになって、結構ずっとみんな口ずさんでるよね。そうそうそう。一生5の向きが分かんなくてそう苦戦した。この反対主義のとことパイのところが本当に好きすぎてみんなで結構早いもんな。ちなみに軽くやっていただいていいですか？見たいよね。見たい。もしよければ。いっせーのせわなわなわなテイカピクチャなテイカピクチャなわなわなわな引きつけるよパシャーイエイイエイイエイご本人の前でこんなのさレッスンしたとか言ってからやるの本当にほんまね、笑っちゃったもん。したことを隠すか一瞬迷った。あ、ごめんごめんごめん言っちゃった。でもなんか本当に好きだったから。なんか俺と言ってもあれなんですけど私たちからもなんか私たちの大好きな曲やってみます。あ、やるの？うん。はい、オッケー。自分から言ったよ。恥ずかしいね。可愛くできないもん。せーの。ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる。照れてやってるのもすごくめっちゃ尊いんだけど。尊すぎる。熱いね。私たちもさっきからずっと熱いです。フルーツジッパーさんが東京ドーム公演が決定したと伺いました。本当にございます。ありがとうございます。発表の瞬間、なんかサプライズ動画みたいなやつに私見たんですけど、皆さんめちゃめちゃ泣いてたりとかする中で、マナフィーがなんかすごい立ち上がってなんかみんなをハグし始めててめっちゃかっこいいなと思ってどういう心境だったんですかその時は。サプライズがされたのがアンコールで最後の曲の曲振りまで知ったんだよね。でなんか「完璧主義で」っていう曲でルナが曲振りをしてくれるところだったんですけど、
完璧主義でって言ったらワンツースリーフォーっていつもクリックがイヤモニに流れるんですけど、それが流れなくて、やばい止まっちゃったって思ってどうしようってなってたら、あの映像が流れて東京ドームの発表がされて、もう本当に嬉しかったし、なんかあの日にサプライズがあるって私たちも本当に思ってなかったから、なんかびっくりしすぎたし、めちゃくちゃ嬉しくて号泣しちゃってっていう感じだったけど、これどうやってもうこの感謝を伝えたらいいかわかんないし、多分私たちこのままずっとここに座ってここでずっと泣き続けて1時間ぐらい経っちゃいそうやばい今のうちに立たないと誰も立ち上がらないって思って立って、なんかすごい勇者みたいになって扱いを受けて、すごいなんか感動したなあれ。はい、見ました。もうなんか鳥肌が見ながら私まで鳥肌がすごくて、東京ドーム公演見に行きたいです。めっちゃ行きたくて、めっちゃ嬉しい。なんか今日聞こうねってね、楽屋でね聞きたいねって行きたいって言っていいかなとか言って話してたんですけど、でもめっちゃ行きたいです。でも緊張する。そうなの。全然する。パフォーマンスするコツだったりとかってありますか？大丈夫だよとか、そのままで可愛いよみたいな自己肯定感をなんかお互いに高める曲みたいな歌詞の曲が多いから、なんかそのメッセージがちゃんと届くように、なんか前向きなパフォーマンスじゃないけど、姿勢でライブするっていうのを心がけてるかもしれないです。アイデア出しとか誰が積極的なメンバーとかいるんですか？奇想天外なこと言うのはルナです。この間なんかやりたいこと言ってたよね。あ、そう、車ゴーカートやりたいって。いいね。なんかトロッコとかはやったことあるからもう何回もあるし、だったらなんかもっと紙をこうペリってやってボーンってやったらその紙からピシャーンってみんなが絶対かっこいい曲をやりたいなみたいな。実現してください。実現したいです。見たいです。フルーツジッパーの何の曲でやるんだろうって思いながらそれ聞いてたけど。Going。あ、確かに。ゴーイングって曲がちょっとかっこいいくて。ルナピは車運転できるんですか？あ、そう持ってますね。かっこいい。私たち誰も免許持ってないんで、ドライブ行けたことがなくて、はい、ぜひ行きたいです。任せろ。連れてくぜ。9人。マイクロバスみたいな感じで。大型免許取んなきゃ。みじゅうちゃんのために取りたいと思います。ここまでね、いろいろお話を伺ってきたんですけど、コンビニ10ということで早速お買い物のカゴを見ていきたいんですけれども、3人分かな。そうだね。美味しそう。食べたいものいっぱいだ。私たちも好きなものもあるね。どれから行こうか。いっ気にぱいあるからなるもの。から行く？これ絶対マナフィプロテイン。じゃないでしょうか。あ、正解です。私ですです。よね。そう、この味が一番好きで、初めて見た。何味？いちごミルク。絶対美味しい。そう、これがめちゃくちゃ好きです。美味しい。一番飲みやすい気がしてて。私チョコレートしか飲んだことない。私も。なんかチョコも美味しいけど、後味がめっちゃチョコ残るじゃないですか。だからなんか合間とかに飲むならこっちの方がサラッとしてて、私は好き。でもチョコはチョコでなんかデザートみたいで美味しいからあっちも好き。じゃあ次行く？私これ気になります。どれ？あ、ヤンヤンつけば。私も大好き。これはどなたですか？似合う。めっちゃ似合う。これすごい一番大好きなお菓子で、味が好きっていうか、味は好きなんですけど、なんか楽しい気持ちになれるから休憩中に持ってきてよく食べてます。皆さんも結構お菓子食べたりするんですか？めっちゃ好きだよね。めっちゃ好き。どういう系が好きですか一番？でもルナめっちゃタケノコの里食べるよね。この里大好きです。タケノコ派です。タケノコ派です。タケノコです。キノコですか？キノコ、どっち？私は日々揺れ動いてます。よかった。美味しいよね。続きましてバナナとか？バナナ？私大好きバナナ。何よく食べてるよね。最近ハマってるよね。バナナしか食べてない。バナナです。これは朝が早いから起きてすぐ家出る。それだけギリギリ寝ていきたいから、それでちょっとコンビニとか寄る時間あったら
まずバナナを食べるっていう感じで助かりますバナナ。1個で買えるから嬉しいですそうよね。 1個で買えるし結構お腹いっぱいになるじゃないですか。結構満たされるからありがたいです。助かってます罪悪感もないしね。そうなのいい。次行きますか。なんかこれカニカマがさ2つもあるの。ね、これすごい。ほぼかに。私そのおつまみほぼかにです。私です。こちらはこちらはルナです。あ、カニカマかぶり？カニカマかぶり。やっぱ食べるものも似てくる。やばい。やっぱり知らないうちに一緒になってる。これも腹を満たす系なのと、あとはなんかタンパク質が意外と取れるから、その時になんか最近取ってないなって思った時にカニカマ食べたり考えてるんだ。考えてる。偉い。なんか体に良さそう。確かに体に良きセット。めっちゃ健康って感じ。なんか中に明太マヨとか入ってる。出たけど私明太子苦手ですか。だから今回このアンケートの時も明太子じゃない方で。そう大事なポイント。私はこれ夜ご飯っていうか夜食とかによく食べるんですけど、なんかこの黒酢が入ってて、なんか本当のカニみたいな感覚で食べれる。だから多分名前もほぼカニなんですけど、ちょっと多分普通のカニカマより若干お値段はするんですけど、なんかもう全然許せちゃうぐらい美味しくて、なんかこれ1個じゃ足りない。食べやすそう。1個がめっちゃおすすめ。次次。なんか飲み物がいっぱい。飲み物いっぱいあります。ペットボトル類。本当だ。カルピス。カルピス。キムが大好きなカルピス。私の大好きなカルピスと爽健美茶。これなんだ？初めて見た。レモングラスティー。何このおしゃれな名前。オーガニックレモングラスティー。なんかこれはママがお買い物スーパーマイバスケットでお買い物した時に買ってきてくれて、すっごい頭痛い時とかなんか眠いかもみたいな時にすごいなんか香りがバッてくるからなんか集中力アップする気がして飲んでます、お気に入りで。でも好き嫌いは分かれるかも。なんか結構香りが強いから私はこういう香り好きだからめっちゃ美味しいと思って飲んで。おしゃれな。香りで飲むってすごいね。おしゃれ。初めて聞きました。おしゃれ。私は好きだからです。これが好きで。味美味しいよね。そう、味が好きだからなんか何も言わなくてもマネージャーさんが爽健美茶を買ってきてくれます。優しいマネージャーさん。なんか私も彼が飲んでるの見て飲みたくなって最近ハマってます、爽健美茶。彼今これ飲みたくなってる。そう、交換しようじゃん。ルナはなんか生体の人にその味覚あるじゃないですか。酸っぱい苦いなんだかなってやつ、そういうやつの検査をしたんですよ自分で。何それ？そのさ食べた後塩食べた後に足のツボをしてやると、その食べたものによって足の痛さが違うんですよ。そうやりたい。いいよ紹介する。やりたい。それで自分がその体に何が合うかみたいなことやった時に、甘いのとあと酸っぱいのが体にあって、辛いのとかしょっぱいのはもうすごい痛くなっちゃって、同じ強さでやってるんですけど、だからその飲み物とかもこういうのがいいよって言われて、乳酸菌系とかもすごい合ってるよって言われたからカルピスを最近飲んでて、水の横にカルピスを置いてもらってます。だからカルピス置いてあるんだ。そういうこと。私も大人だったらなんでカルピス置いてあるんだろうって思って、なんかある日から突然カルピス置き始めたよね。だけどやっぱ染み渡るんですよ体に。そういうふうに使えた時に飲むと私もレコーディングの時にカルピスと水でレコーディングします。なんかテンション上がるので、レコーディングする時もテンション上げるためにカルピスをブース内に持ってってやもしかしたらでもツボあれかもしれない。一緒かもしれない。ではもう押してもらわなきゃいけない。押してもらわないと。次はメロンパン。メロンパンといくらおにぎり。いくらおにぎり。食べ物系。食べ物系。はい、いつもカレンかも。じゃーん。これは好きだからなんですけど、説明。おにぎりはいくらが一番好き。でメロンパンは本当にハマりすぎてめちゃくちゃ食べてます。最近食べてるよね。じゃあいつも持ってる。いつも似合うでもめっちゃメロンパンが。メンバーみんな好きだよ。メロンパン好きな。最初。そしてこちらビタミン3種。ビタミン3。今日も私たちの学園にもあったよね。置いてありましたね。
これははい3種類。 3種類入れましためっちゃ健康だ。確かに私健康志向なのかな。確かにね。間違いなかったけどいい感じ。何が違うんですかこれって3種類。確かにこれはじゃーん3種なんですけど私最近やっぱ疲れたなって帰った時とかお風呂上がりとかにこのクエン酸の方を飲んでたんですけど、どちらかというと苦いんですよ。すごくクエン酸だから苦いなと思いながらでも良くなるだろうなと思って飲んでたんですけど、まだその生態の話に戻るんですけどその生態で私さっき甘いものとあと酸っぱいものがそういいって本当に酸っぱいものビタミン C の粉を舐めてやるんですけどすっごく全然痛くなくてだから酸っぱいものが1位だったんですけどだから最近はその苦いは痛かったから体に合ってないのかなと思って最近はこっち。私たちはオロナミン C が一番人気。美味しいよね。今朝飲みました。私も飲んできました。あ最後になった。こちらミーたちも大好きな避けるチーズ。じゃーん。誰でしょう。もう大好きです酒チ。もうほんまにおやつにも食べるしコンビニ行ったらなんか絶対1本は買っちゃう。どの味も好きです。いっぱい買うから最初はなんかちびちび食べてたけどなんか気づいたらどんどん取る幅が大きくなってきてなんか歯ごたえを楽しむようになってきて贅沢食べしてます。ネイルしてるとあんまり細くできなくて。そう酒ちょっと細まっちゃうからめんどくさくなってそう太くなっちゃう。めっちゃわかります。ありますよね。他の食べ物と相性いいなこれみたいな。結構あります。ドリアとかなんかあとスープ系とかなんか特にミネストローネとかおすすめかも。ミネストロなんかーネ。トマト系とそうチーズでめっちゃ美味しくて最高です。それを今日ここで作り方を披露していただけるということなんですけど大丈夫ですか？はい。食べたい。私たちフルーツジッパーが準備したレシピは買い物かごでさっきちょっと紹介したんですけどチーズたっぷりのニューミネストローネとフルーツドリンクを準備しました。美味しそう。ね、美味しそう。で今回はですね、ルナピとマナフィとアヤカにミネストアヤポンごめんアヤポンにミネストローネをニューミネストローネを作ってもらいます。はい、そしてマツカレとミッヒーにはフルーツドリンクを作ってもらいます。それで私はこのカメラでどんどん突っ込んでいくんで、はいよろしくお願いします。普段料理とかされますか？しません。しませんね。全然しませんね。全くしない。なら安心です。ミヒーマツカレコップに氷を入れるカルピスキュレートレモンを3分の1ずつ注ぐ。可愛い二人でなんか読んでる。何この光景。ミヒーがぶどう担当。はい、ミヒブドウ担当します。ねえちょっと口角上がっちゃうこれ。見てるだけでも幸せだね。野菜を。じゃあこれ玉ねで。ぎから。久しぶりの包丁。あんまり普段料理はされないんです。しないです。全然しない。でもあやぽんもしないって言ってたので。そうなんですよ。あやぽんなんかデザートとかででもたまに作る。デザートなんか何作るんですか？ブラウニーとかチーズケーキとかすごい。最近作りましメンた。バーに配れる系のお菓子だ。いいな。いいな。でもそういうメンバーいてほしい。ね。いないですか？で私作るんですけど。変なもの作ってくれる。変なものって。なんかまずタイトルが怖いよね。タイトルこれ教えて。今回の作ったものはルナの脳みそを一回取り出してこれなめろうにしたものを固めたやつだよっていう感じで。怖い。でもみんな美味しいって食べてくれたからそうなんか食べ終わった後にネタバレされたんだよ。なんかこれは実はルナのなめろうだったんだよみたいな言われて。どういうこと？いやでもやっぱりそのお菓子作りする時とかってやっぱテーマ必要だなって思うから、ただ作るよりは愛情こもったものを作りたいと思ってコンセプトがしっかりされてる。毎回してるんですよ。するね、じゃがいも大きすぎません？なんか考えてなかった。やばい料理しないのバレた。しないですか料理？彼はマジで全くしないです。終わりそうだねこっち。なんか可愛い
可愛いですね。余ったからちょっと入れとこう。好みの大きさに。今も入れとこう。多分カルピス多めの方が美味しい絶対。多めの方が絶対美味しい。可愛いイエーイ。オッケー。できた。できた？できました。できました。イエーイ。可愛い。完成。じゃあここ集合にしよう。集合地点に集合させて。匂いがいいもんな。でリマチョスもさっきずっとお腹空いたって言ってたそうから。なんです。なんかリマチョス呼びがナチュラルすぎてすごいわ。リマチョスお腹下手です。リマチョスお腹空いたよねはい。気に入っちゃったなリマチョス。リマチョスいいっす。で、これから歌番組で会ったら絶対リマチョスって呼ぼう。嬉しい。リマチョスって元気って贅沢チーズ。お、いけた。じゃあ、わあ、願います。それ嬉しい。成功しますように。大丈夫かな。じゃがいも大きすぎたかな。でも切ったからいけんじゃん。いけるかな。後から。まあもう一回チンするし。じゃあ食べていい。飲みましょう。はい。あじゃあカンペリーニョする。じゃあカンペリーニョ。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 いただきます。美味しそう。めっちゃ可愛い。美味しい。めっちゃ美味しい。美味しい。大成功。おジェリーが入ってきた。これ好き。好き。ルナの酸っぱいビタミンも入ってるからぴったりだよ。甘いと酸っぱいじゃん。あ、確かに。ぴったり。ちゃんいっぱいね。成功しますように。じゃがいもと人参が柔らかくなってくれれば。確かに、うん。そこ結構ギャンブルな感じになってるけど。よし。 8分もあれば。確かに8分も8分あればいける。8分じゃがいも多分。うん。いけそう。はい。わーい。頑張れ。松並。こういうアイドルを目指したきっかけとかってあったんですか？なんかフルーツジッパーに入るきっかけは、結構みんな誘ってもらってとか声かけてもらってっていう感じでもともとアイドルやってるきっかけとかはもうほんと別々だよねおのおの。私はフーチッパーの前とかもアイドルグループやってたけど、アイドルとかそういう可愛い子をこういう風にするのが苦手すぎて、でダンスも苦手だしっていうやつでやりたくなかったけど、前にいたそのところの事務所の人にアイドルやってみたらってなって、最初本当暇だったしやってみたみたいな感じがきっかけ。でもここまで。そうやったら楽しかったから。やってみてよかったよね。よかった本当。じゃなきゃここにそういないからみんなはね気逆になる。にそう気になって。でも私はTWICE さん先輩のが大好きでライブ行ってた時に JYP の事務所の会社の人にスカウトされてでオーディションを受けてまずは韓国に練習生になってそこでニジプロがありますよってなってニジプロを受けたっていう。ずっとダンスとかやってたんですか？やってなくて歌うのは好きだったけどもうダンスとかはもう未経験すぎて初め韓国行った時リマと一緒の日に行ったんですよ韓国。もう2人して鏡の後ろでも見ながらついていけなくて毎日ずっと泣いてた。でも疲れとかも毎日泣いてたよね最初毎日泣いてた。そう私もなんかダンスと歌やったことなくて、で結構みんなダンスをやったことはみんなあったんだよね。だからなんか全然レッスンがついていけなくて、覚えられない。みんな覚えるのが早すぎて怖すぎて始まる時からいつも泣いてました。わかる。私も授業行く前から泣いてました。トイレに逃げてまず泣くみたいな。そう。頑張ってる偉い。できた。できた。待ってちょっと爆発してるかも。いい匂い。人参とじゃがいもに火通ってたら。これ混ぜない方が。ねでもねコンソメとかでも固まってそう。確かにちょっと混ぜてコンソメの塊怖いよ。入れたら嫌だな。先に混ぜるべきでしたね。ちょっと失敗したかも。はい。混ぜるね。って言っておいた。今時止まった。味見。確かに。熱そうだよ。そうでも私猫舌じゃないからいける。いただきます。確かに。夫婦してね。おそのみと。お美味しい。おお、よかった。成功だ。人参気になる。あチーズだ。チーズ伸びてる美味しそう。あ熱い。あ硬い。硬い。
言わない。先ってる。ママ食べるけど、ママご愛嬌食べれる。うん。いい。オッケー。明るくなった。完成です。お先にいただきまあ、す。いただきます。チーズ入ってる。いただきます。熱い。あ、コリコリ。美味しい。でも味めっちゃ美味しい。おね、いい感じ。これもね、玉ねぎ入ってたんだけど、ちょっとシャキシャキ。あれ玉ねぎまでも。でもなんか野菜を感じるよね。いい意味で。確かに。だってちょっとじゃがいも怖い。私じゃがいもいこう。絶対硬いよね。このキャベツらへん。まあ美味しい。まあ、美味しい。やっぱり。コリコリゴリゴリ。ゴリゴリ。めっちゃじゃがいもです。やばい。じゃがいもはめっちゃじゃがいも。だけど味はめっちゃ美味しい。時間がね足りなかった。美味しいめっちゃ。今度鍋でやろう。そうです確かに。ね。そうしよう。コンロが必要かやっぱり。やだ。コンビニ10でしか見ることができないコンビニ10限定20とフルーツジッパーのコラボレーション。今日はフルーツジッパーさんから直接ピポパポのダンスを習ってダンスコラボを撮影しようと思います。はい。よろしくお願いします。教えてください。とまず手が両手ピッてしてピッポパポでクラッカーを弾くみたいな感じでパーティー、そしたら猫耳作ってミューかわいいキラキラもう一回繰り返しでピッポパポクラッカー変わってしたぴょん。わあかわいい。かわいい。振り付けが超かわいい。ね。ぐるみかんおかわりちょうだい。完璧じゃない？かわいい。めっちゃかわいい。おかわりちょうだい。はい、可愛い。よし。それでは20とフルーツジッパーのコラボレーションミュージックスタート。どこまでも何よりも誰よりもトララライやばい。ピポパポパリニューかわいいマジピポパポパリ遊びましょう。ニューかわいいって何知りたくない。もっともっともっとおかわりちょうだい。ピポパポ今日はフルーツジッパーさんと20が一緒に過ごしたコンビニ10でしたがいかがでしたか？めっちゃ楽しかったね。もう幸せだった。ありがとうございます。仲良くね、すっごくなれた気がして距離感が今日でめっちゃ縮まったから、今度は音楽番組に会ったらいっぱい話しましょう。やったー。やっぱあだ名あるのいいね。ね、すごいよかこれった。からも使いたい。約束です。以上20のあやぽんとリマチョスとミッヒーと私たちフルーツジッパーでした。バイバイ。コンビニ10でのお支払いは記念撮影でお願いしております。嬉しい。はい。逆にいいんですかって感じだよね。嬉しい。なので一番可愛いポーズで記念撮影お願いしてもいいですか？もちろんです。何今日はみんなにギャルのあだ名をつけたから、ギャルっぽくやばいの。やばいですか？はい。せーの。やばい。